ピノキオが入隊してから3ヶ月が経ったその日の夜、完全に上官の兵隊人形と化したピノキオを先頭に、自衛隊は霞が関へと進んだ。国会議事堂と首相官邸、各省庁を同時に制圧する。被害は問わん。やれ！了解。途中で抵抗勢力が邪魔をしたが、感情のない部隊に慈悲はない。隊長の命令を忠実に実行しながら、ピノキオたちは進軍する。しかし、その前に新たな勢力が現れた。ああ、たくさんの人が泣いている。悲劇にはとてもいい夜ね。これは何のお祭りでしょうか。人魚姫さんにかぐや姫さん？なんでナイトメアになってるんだ？こんなところで出会うなんて悲しい。でも嬉しいですわ。だって少しは歯ごたえのある抵抗をしてくれるでしょ。油断したらこっちがやられる。ここで二人に負けたら隊長の命令を実行できない。それだけはダメだ。ピノキオは部下たちにかぐや姫と人魚姫に向けての一斉射撃を命じる。ピノキオと同じく忠実な兵隊となった部下たちは迷うことなく二人に向けて銃弾を放った。暴力の雨が容赦なく二人に降り注ぐ。しかしそれは美しい化け物たちを何ら傷つけることはなかった。いいですわ。もっといじめて。絶望的な顔をしてる。かわいそう。圧倒的な強者となった二人は弾丸をもてあそびながらクスクスと笑っている。ピノキオは覚悟を決めた。かぐや姫さんも人魚姫さんも僕と同じく突然ライブラリからこの世界に呼び出されたんだろう。本当なら仲間に会えたと喜びたいけど、今の僕は隊長の忠実な兵隊なんだ。破壊衝動に従って飛んできたらピノキオさんとお会いしてしまいました。軍隊を引き連れて何やら物々しいご様子。これはお相手しないといけませんね。変わってしまったわね、ピノキオ。ライブラリのあなたは波間に漂うクラゲのようだったのに、とても泣かしがいがある顔になったわ。結局ライブラリを離れても殺し合い。こんなことはもうたくさんだ。でも隊長があらゆる人の頂点に立てばきっとこんな愚かな争いはなくなる。そうですよね、隊長。
ピノキオは命令に従って、かぐや姫と人魚姫は欲望に従って、三人はライブラリとは違う世界で殺し合いを始めた。ナイトメアの力を手に入れたかぐや姫と人魚姫。それに比べて、ピノキオはタイのバックアップはあれど、生身のままだ。勝敗はすぐに決するはずだったが。この世界に来てからの3ヶ月、ピノキオは自衛隊にて必要以上にみっちりとしごかれたせいか、基礎能力が飛躍的に向上していた。これもすべて隊長に従ったからだ。かぐや姫と人魚姫は抗うが、次第にピノキオに押されていく。そうして、今だ！やれ！ピノキオ！どこからか響いた隊長の声に従い、ピノキオは手にした杖で二人を貫いた。バーベキューの具のように、杖によって串刺しにされたかぐや姫と人魚姫の体から、ゆっくりと血が滴り落ちる。隊長！様子を見に来て正解だったな。よくやったぞ、ピノキオ！子犬のように主人に駆け寄るピノキオを横目で見ながら、かぐや姫はつぶやいた。あなたの方が傷が軽そうですね。かぐや姫。これで死ぬのはつまらないので。待って、あなた。あのかわいそうな子を止めてあげて。そう言うと、かぐや姫は人魚姫に残った力のすべてを渡し、消滅した。あなたの命を犠牲にして。あんな人形を倒すのは出来の悪い悲劇ね。僕は人形じゃない。隊長が褒めてくれたんだ。僕は立派な兵隊だ。考えなしの人形が考えなしのまま兵隊になっただけのことでしょ。うるさい。もう黙れ。そうね。私にも時間がないから黙るわ。あなたの主を殺した後で。まさか。どうして？人魚姫が最後の力を振り絞って攻撃を向けた先にいたのはピノキオの上官だった。驚くほどにあっけなく上官の首が飛ぶ。操り人形を倒すならこうでしょ。人魚姫は微笑み泡となって消えた。上官の体から噴水のように噴き出す血を浴びながらピノキオは呆然とつぶやく。そんな。隊長がいなくなったら僕はどうすればいいの？誰が僕に命令してくれるの？誰が。理想の依存先をなくした人形はこの世のすべてを呪うように叫ぶと自らの力を内に込めて自爆した。ピノキオの自爆によって
霞が関は焦土と化した。くしくも上官の命令通りに全てを同時制圧したわけか。瓦礫の中に残された杖がぽつりとつぶやく。死んじまったけど、結果的には狂っちまったあいつを止められて、めでたしめでたしだ。あんたもうまくいくといいな、じいさん。同じ試作品として生まれた老害人形に伝言とも言えぬ伝言を残し、杖はさらさらと崩れ落ちる。遠いところから疑心と暗鬼の笑い声が響いた。